語について簡単な日本語で説明しています。そして今まで皆さんが知らなかった日本の文化の一面についても紹介しています。聞いて内容が理解できたら、ぜひ皆さんも一緒に文章を声に出して読んでみてくださいね。そうすることで皆さんのリスニングの力がアップします。今日のテーマは茶道。茶道は日本を代表する文化の一つです。ティーセレモニーとして世界に広く知られていますね。しかし、茶道はただ美味しいお茶を飲むことだけが目的ではありません。お茶を入れる時の動き、お茶を入れる時の道具、お茶と一緒に出てくるお菓子、そしてお茶を飲む場所まで全部合わせて茶道なのです。今日の言葉は茶道に関係するこの2つ。1つ目、作法。2つ目、一期一会。それでは今日も日本語をたくさん聞いて勉強しましょう。まず質問です。緑茶と抹茶の違いを知っていますか？英語ではどちらもグリーンティーと翻訳されることがあります。確かに同じ緑色をしたお茶ですよね。しかし実は抹茶と緑茶にははっきりとした違いがあります。まずはお茶の形状、つまり形が違います。緑茶は紅茶と同じように乾燥させた葉っぱをそのまま使っています。一方、抹茶は粉末状、つまり乾燥させたお茶の葉っぱを粉にしています。そのため、お湯を入れたとき、緑茶が透明な緑色をしているのに対し、抹茶は濁った濃い緑色をしています。それからお茶の葉っぱの育て方にも違いがあります。緑茶は太陽をたくさん浴びて育った葉っぱを使っています。一方で抹茶は日陰、つまり太陽が全然当たらないところで育てられます。そのため抹茶の葉っぱは柔らかくて薄い緑色をしています。そしてよりいい味がするお茶になります。抹茶の方が育てるのに手間がかかります。たくさんの時間と労力が必要です。そのため普通抹茶の方が値段が高いです。茶道ではこの抹茶が使われています。茶道では特別な日本語の言葉が使われることがあります。例えば、お茶を入れることをお茶を立てると言います。そして、お茶は一杯と数えるのではなく、一服と数えます。茶道は日本のおもてなしの心をとても大切にしています。お客様を招待してお茶をご馳走するイベントのことをお茶会と言います。お茶会ではお客様の目の前でお茶を入れるだけではありません。お茶を入れる道具をきれいにしたり、茶碗を温めたりする様子もすべてお客様に見せます。これらの一つ一つの動きは自分が自由に決めるのではなく、すべてルールで決まっています。この
ルールのことを作法と言います。作法と漢字で書いて作法と読みます。今日の一つ目の言葉ですね。作法とはマニュアルのようなものです。何かをするときに一つ一つのやり方を決めています。これは茶道だけではなく他のことにも使われます。例えば、ご飯の食べ方を食事の作法と言ったりします。例文を挙げてみましょう。高級なレストランでは食事の作法に気をつけなければいけない。また、礼儀作法という言葉もあります。これはマナーのことを指しています。こちらについても例文を挙げてみましょう。会社では新入社員が礼儀作法のトレーニングを受ける。その他に茶道から生まれたとても素敵な言葉があります。それが一期一会。今日の2つ目の言葉です。一期一会、少し難しく聞こえるので、一期と一会を分けて説明したいと思います。まず、一期とは人生という意味です。これはもともと仏教の言葉で、人が生まれてから死ぬまでの間のことを言います。つまり一生ということですね。そして一会は一度しかないこと、また一度しか出会わない人という意味です。だから一期一会は一生に一度しかないことという意味です。茶道の世界では一期一会という言葉はお茶会に来てくれたお客様を人生で一回しか会えない人だと思って心を込めておもてなしをすることを表現しています。ですので一期一会は一般的に人生に一度しかない出会いを大切にするという意味で使われます。私たちが生きている今日の一日も一期一会です。この一期一会の気持ちで毎日一生懸命何かをすること、そして人生の中で出会った人を大切にするということはとても素晴らしいことではないでしょうか。今日のお話はこれでおしまいです。今日の言葉を復習してみましょう。一つ目、作法。何かをするときに決められているルールのことでしたね。そして二つ目、一期一会。人生に一回しかないこと。人生に一回しか出会わない人を大切にするという意味でした。今日も動画を見てくださりありがとうございます。動画が気に入ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。これからも一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。バイバーイ。